月が突然なくなったら、実は地球は人類が嫌いな星へと変わってしまうのです。夜が暗くなるだけではありません。潮の満ち引きは消え、気候は大混乱し、隕石が次々と地球に直撃します。なぜ月がそこまで重要なのか、この理由について順番に見ていきたいと思います。まず第一に、月は地球の海に潮の満ち引きをもたらしております。もし月がなくなってしまえば、この潮の動きはほぼ止まってしまい、海のリズムそのものが完全に失われてしまいます。これにより、この潮の満ち引きに合わせて進化してきた魚や貝、そして沿岸の生態系は、今とは全く違う姿になっているかもしれません。また、皆さんもご存知の通り、月は暗い夜を照らす最大の自然の光源となっています。もしなくなれば、夜は星しかない深い闇に包まれ、人類の生活や文化は大幅に制限されていたはずです。そして、最も重要な点は、月が地球の自転そのものを安定させているという重大な事実です。もし月がなければ、地球の傾きは常に変動し続けます。これにより、ある時代は灼熱の夏、またある時代は数十年続く氷河期に覆われてしまう可能性があります。安定した環境がない地球では、もしかしたら人類は誕生すらしていなかった可能性があります。さらに、月は無数の隕石から地球を守る最大の盾でもあります。もし月がなければ、これらの隕石は直接地球に落下することで、都市を壊滅させるほどの災害を頻発に発生させた可能性があります。つまり、恐竜を絶滅させたような隕石の衝突が繰り返し発生していた可能性があります。要するに、月を失った地球は生命が長く生き続けられない危険な星だったと言えるのです。そして、ここで意外な事実です。月は生物の進化スピードにも関わってきています。潮の満ち引きによる海辺の環境変化がもしなければ、生命が陸に上がるタイミングが大きく変化していたかもしれません。もしそうなら、我々の人類の歴史そのものが数百万年単位で変わっていた可能性も出てきそうです。つまり、月は人類が存在する時代の時計をも作ったのです。このように科学的に見ても、月がなければ地球は全く別の惑星だったと言えます。では、文化や歴史の面ではどのような違いが生まれたでしょうか。簡単に想像できる例としては、月をめでる十五夜や月見の習慣が一切なくなるかと思われます。詩や和歌についても月を読む表現が消え去り、文学や音楽は今とは全く違う可能性になっていたと考えられます。夜空に月がない世界では、人類の想像力や芸術性は今よりもずっと小さなものにとどまっていたかもしれません。当然、神話や宗教に登場する月の女神や伝説も当然ながら存在しないと思います。さらには人類の宇宙開発にも大きな影響が及ぶと考えられます。身近な目標として月があったからこそ、人類は宇宙に挑戦するきっかけを得たのです。もし月がなければ、アポロ計画自体がなく、人類の宇宙到達は数十年は遅れていたかもしれません。月がただ地球の周りを回る衛星に過ぎないと思っている人もいるかもしれませんが、実は大きく異なっていました。実際には地球を守り、生命を育み、人類の文化や歴史を形づけた偉大な存在なのです。毎晩何気なく見ている月こそ、実は奇跡の象徴なのです。もし月を失えば、地球はもはや
地球と呼べる星ではなくなってしまいます。私たちが今、ここに存在できているのは、間違いなく月があったからこそと言えます。次に夜空を見上げたとき、その月が持つ計り知れない力と奇跡を思い出してみてください。